皆さんこんにちは。キャッチャーミット大好きチャンネルです。本日はメンバーの方からのご希望企画、オールスターのミット、日米比較を行います。この動画でわかることは、日米オールスターの使用感の違いや補給音の違い、握り替えのしやすさなど、どこよりも詳しくわかります。さらに動画の最後には、日米様々なミットを扱ってきた私の視点から見て、おすすめなミットを共有していこうと思います。日米比較は野球 YouTuber でおそらく初の企画です。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは本日もよろしくお願いします。まずはミットの使用感をお伝えします。最初は日本のオールスターです。このミットの型番は ASJ-R24 と言います。今年の春夏に出たモデルです。大きさは結構大きめで、深めのモデルになっています。硬さは結構硬めですが、私的には手もみプラス液体オイルで十分と思い、それで型付けしました。湯もみしても全然良いと思います。型はやや縦型となっています。私的には縦でも横でもどちらでも使えると思いました。私は親指近くにポケットを作り横使いしていますが、真ん中で掴むような型でも使えると思います。大きめではありますが、かなり軽量なミットで、マチも薄くて非常に使い勝手が良いです。私は大きめミットが好きなのですが、その場合どうしても重くなるケースが多々あり、悔しい思いしてきたのですが、この R24 型なら今までの鬱憤を晴らしてくれそうです。他の特徴で言いますと、小指薬指の指掛けです。こちらは以前紹介したミズの BD 型と同じような感じで、小指薬指が効きやすく、掴みやすい構造になっています。私はこれ非常に好きです。引っ掛け取りをする方はこれあった方がいいですね。また手入れ口の付近を見ると、このように特殊加工がされています。この加工は畠山や以前紹介したミニコバモデルの動画でも紹介したキャメルのミットにも似たような加工があります。これは手入れ口の破れを防止する機能と思います。また個人的に感じたのは、形的に Z のミットに似ていて、皮はクボタスラッガーに似ていると思いました。私的に日本の軟式オールスターは Z の型で、皮はクボスラの夢の共演ミットだと思います。二つの良いところが混ざった最高傑作。使いやすさも耐久性も併せ持つ素晴らしいミットだと思いました。続いてアメリカのオールスターの使用感解説していきます。型番は CM3000BK と言います。まずは大きさですが、このミットは35インチあります。前回紹介した畠山 M22 型やこちらのミットに匹敵する大きさです。35インチですが、横に広いわけでなく縦に深くなっています。私的には軟式ならちょうど良い深さと感じました。しかしこのミットは同じデザイン、型でサイズ展開があり、最大が35インチで最小は 32.5 インチまであるようです。32.5 インチは最近紹介したローリングス SP13 型と同じですね。大きな特徴は柔らかさです。新品の状態でも日本の軟式オールスターよりも柔らかく、湯もみは間違いなくいらないですね。こちらも手もみプラス液体オイルで片付けました。型はがっちり縦型で、ミットの真ん中、もしくはウェーブで掴むためのミットだと思います。私的にフレーミングに最適なミットだと感じました。ブルージェイズのカーク捕手もオールスター使っていますが、あの取り方が一つ正解な気がします。重量は 743g で少し重たく感じます。マチは分厚いですが、芯材が柔らかく突き指することはなかったです。背面のベルクロリストなどメジャー感あふれるこのミット。果たして補給音はいかなるものなのか。おそらくびっくりすると思います。日米オールスターの補給音、比較していきましょう。まずは1ゲーム目、日本のオールスターで補給します。このミットは手もみと液体オイルのみで型付けしましたが、緩いボールでも弾かず取れます。ただ、湯もみしても全然良いと思います。今回横型で型付けしたので、下からすくうように取りやすくなっています。また聞いていただいてわかるように、緩いボールでもいい音が鳴ります。大きさもあるため、弾かずにしっかり収まってくれる安心感があります。続いてアメリカのオールスターで補給します。
見ていただいているように、柔らかいですが意外に弾きます。35インチですが、ポケットの部分はそこまで深くなく、ウェブ側が深くなっているためだと思います。取り方としては、少し下から入れて取るのがしやすいと思いますが、まだ違和感があります。最初から構えて取ると、なぜかうまく補給できず、不思議なミットだと思いました。続いて140キロ補給していきます。まずは日本のオールスターです。使って一番感動したのは、やはりこの軽さですね。大きいミットですが、重量は見た目よりもかなり軽いため、構えやすいです。冒頭にもすぐ反応できそうです。補給音については、私的にクボタスラッガーに近いと思います。Z の補給音ではないですね。また耐久性に関しては全く問題なく、簡単にへたったりすることはなさそうです。次にアメリカのオールスター。私が衝撃だったのは補給音。お聞きください。皆さんいかがでしょうか？意外になってます。音なら日本のオールスターより良い気がしました。アメリカのミット、ほぼすべて柔らかいですが、今のところ紹介したすべてのミット、めちゃ音良いです。ヒンジからボールのラインに入れて取るようにすると、これがガチハマり。ミットでは、この取り方が一番しやすいです。まさにフレーミングのためのミット。重さはありますが、この取り方なら全然気にならないです。また、意外と耐久性もあり、やはりいいミットなんだと認識させられました。最後は握り替え、日本のオールスターからいきます。先ほどお伝えしましたが、やはり軽いので握り替えもしやすい。ただ、大きさがあるため、がっつり縦型つかみ取りだとしにくいかもです。私的におすすめは、やはり横型で片付け。こうすることで、親指根元で補給でき、握り返しやすくなります。続いてアメリカオールスター。これはさすがにやりにくさ覚悟してましたが、意外とやりやすい。ポケット部分がそこまで深くないことが原因だと思います。ただ、ウェブの部分は深くなっているので、そこで取るとやりにくいです。基本的に日本人はウェブで取ることはしないため、握り替えづらさはそこまで感じないと思います。重量はそれなりにあるので、そこは個人差あると思います。私は許容範囲内でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、両方使ってみた私的にどちらが良かったかお伝えいたします。私的には、こっちということで、私的におすすめは、やはり日本のオールスターですね。こちらのアメリカのオールスターも非常にかっこよくて大好きなんですが、コスパや実践的な面から見ても、やはりこちらの方が良いですね。アメリカのオールスターを日本から買うと、えぐい値段しますからね。私的には、日本人には日本人のために作られたオールスター。これが一番だと思います。ただ、コスパ、実践、両方度外視するなら、私はこっち使うかもしれないですね。それくらい、あの取り方にはまりました。特に軟式では、柔らかいこともあり、弾くことなくしっかり取れます。今回の使用感を体験していただきたく、今回こちら両方のミット出品いたします。よければご検討ください。また、先々週紹介したローリングス SP13 型のメンバーシップ動画配信しています。もうオーダーできないと思っていた人には間違いなく朗報です。ぜひご視聴ください。このチャンネルではキャッチャーミットを中心に野球道具の紹介しています。あなたの気になるミット紹介するかもなので、見逃さないためにもチャンネル登録&通知よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。